こんにちは。すぐ使えるスポーツコーチングテクニックの時間です。勝尾です。よろしくお願いします。はい。今日のテーマはこちらですね。忘れない練習、耳編、ネーミングと擬音ということで、忘れない練習というものをシリーズを2つに分けてちょっと話させていただきます。最初は耳、次が目ですね。視界と耳で忘れない練習をちょっと勉強していきたいなと思います。忘れない練習、こちら。せっかく練習するなら忘れないでほしい。当たり前ですよね。わざわざね、練習メニュー考えてやってもらった直後に、もういいよ、これもう今日のことは全部忘れてっつって、明日また一からやり直そうって、そんなわけはないんで、どうせやるんならやっぱり忘れないでほしい。覚えておいてほしい。ね、それは皆さん同じ気持ちだと思うんですけど、じゃあそれ誰がやるのって話。こちらですね。はい。コーチの努力ということでね、当たり前です。もちろん選手側もそういった気持ちで練習には臨むとは思うんですけど、それとはまた別でコーチが努力、そしてコーチングテクニックを使いながら自然に覚えてもらう、忘れない練習をしてもらうというのが僕はコーチの役目だと思います。ということで、ネーミングの話しましょう。ネーミング、こちら、スキルに名前を付けちゃおうという話。ちょっとあんま分かんないですね。はい、こちらですね。指先を相手に向けてキャッチしよう。これね、YouTube である技術の話をしてるところの動画を見たんですけど、手がですね、ボールをキャッチするときに、指先が立っちゃうと、ボールが来たときに、手のひらで取っちゃうんですね。そうすると、こぼれやすくなるから、指先を相手に向けて、ここで一回クッションしてキャッチしようという。そうすると、キャッチしやすいよという、こういうスキルです。これ、今、皆さん多分もう分かったと思うんですけど、分かりますよね。分かるんです。ただこれ、文章なんで、ちょっと長いんですね。長くはないけど、これ自体は。これを、このスキルに対して名前を付けちゃおうっていう話ですね。こちら。お化けハンド。これもそのまま YouTube でそういう名前を付けてたんですけど、もうなんとなくわかりますよね。お化けって恨めし屋って、これ今の世代、若い子はわかるんですかね。これが恨めし屋ってなるんですか。僕らおじさんとかおばさんはこうやってやるとなんかね、お化けのイメージあると思うんですけど、お化けってこうやって出てこないじゃないですか。恨めしやって。このイメージから多分お化けハンドっていう名前を付けたんだと思うんですけど、非常に覚えやすい。そして言いやすい。これが特徴です。指先を相手に向けてキャッチしようっていうのを常に言えるのは言えるんですけど、それよりもお化けハンド、チームでね、共通して、このプレー自体、このスキル自体に対して、お化けハンドっていう名前をつけてると、はい、お化けハンド意識して、とか、選手同士でも、お化けみたいな、そういう言い方ができるので、ネーミングつけるととてもいいですよと。で、これやっぱり年齢層が低い、例えば小学生とかね、低い方が分かりやすいんですけど、大人でも結構いけます。なので、ちょっと覚えておいてください。で、ちょっと違うパターンのネーミングの動画をちょっと説明させていただきます。ラグビーの選手で森田真也というちょっと僕仲良くさせてもらっている選手のあるスキルに対してネーミング、違うパターンのネーミングをするので、ちょっとその動画をまず見てください。はい、見てもらいました。今のはね、ラグビーのステップっていう技術なんですけど、例えば皆さんがディフェンスでそっちから来る。僕がボールを持ってアタックしてる時にこうして、これ足だとすると、わーっとしてステップを切って、相手をずらして前に進む。そういうスキルです。一つのスキルなんですけど、それに対してポイントが3つあります。右足でスピードを止める。頭を進行方向に向ける。左足で進む。そういうポイントが3つあります。これにそれぞれネーミングをしていこうという話です。それ実際にこれ森田選手が名前を付けた名前そのままいきますよ。スピードを止めることをブレーキと言い、進行方向に向けることをハンドルという。そして左足で進むことはわかりますよね。アクセルです。そういうふうに一つの車というテーマをもとにブレーキ、ハンドル、アクセルというそのポイントに全てにネーミングをつけるという話。めちゃくちゃ分かりやすくないですかこれ。いやこれすごいなと思うんですけど、こういうふうにポイントに名前をつけるというやり方もあります。で、共通してポイントはこちらですね。想像しやすい言葉。ね。
これがお化け。そしてそれぞれ止めるにブレーキでハンドルを向ける。これがハンドルみたいな感じで想像しやすい言葉を入れてください。何でもいいわけじゃないです。だからこれ名前付けようっつって、例えばリンゴ、みかん、ぶどうみたいなすると、どれがリンゴだったっけみたいなでみかんオレンジだったっけみたいになってくると、もうわけわからないので、まあ当たり前ですけど、それぞれの想像しやすい名前を付けていきましょうという話です。でこれ戦術とかにも使えると思います。例えばサッカーのディフェンスラインみたいなので 2パターンのディフェンスラインがあったで、一直線のディフェンスラインがある。でなんか違う攻撃の時にはこう立体感があるディフェンスラインがあるとした時に、例えば一直線のディフェンスラインに対してこうサンマってつけて膨らむことをフグって呼んだり、こういう風な感じでそのイメージしやすいですよね。サンマってこういうまっすぐなイメージで、フグってちょっとこう丸いイメージがあるんで、それぞれにネーミングつけてみましょう。まあ、これが例えばだからご飯味噌汁とかだったら、汁とほとんど一緒だしみたいな、右で食べる左で食べるそれ関係ないかみたいな感じで想像しにくいことをするとちょっとわけわからんので、できれば想像しやすい言葉をネーミングにつけていってチームでそれ共通の言語として持つっていう、これがネーミングのポイントです。はい、ということで次は擬音の話します。さて皆さん、なんか擬音っていいイメージないですよね。あの監督いつも擬音ばっかでようわからんわみたいな、そういうイメージありますよね。まさにこれですね。はい。さっと取ってからキュート引いてパーンと投げるんだよみたいな。もうわけがない。全然何言うかわからん。悪い例です。めちゃくちゃ悪い例です。じゃあ、このね、指導者の方が本当は何が言いたかったかっていうのを説明します。こちらですね。ボールを取るときは迎えに行って肘をしっかりと引いてから相手の方向に手が伸びるように投げる。本当はこれが言いたかったんです。ボールを取るときには迎えに行って肘をしっかり引いて相手の方向に向かって投げる。これね、こういう動作を本当はしてほしかったし、本当は説明したかったんです。じゃあ、皆さんここで今理解できました。ここと一緒ですね。ただ文章で長いです。これを練習中ずっと言うわけにはいきません。だからこれを短くしましょう。でも今回はネーミングじゃなくて擬音、音でこの文章を表現してください。さあ皆さん、問題ですよ。この文章を音にしてください。わかりますわかりますよね。もう多分皆さんもわかると思います。だって答えがこのホワイトボードに書いてあるんだから、もうすぐわかりますよね。はい、わかった。はい、さすが皆さん偉い。ここに書いてます。さ、きゅ、パーン。悪い例とはされたんですけど、あくまでも説明をした後に音をつけるとより効果的になる時もあります。こちらですね。ほら、さ、きゅ、パン。はい、こういうことです。説明をした後にこれをさって言って、これをキュッと言って、これをパーンっていう名前をつけちゃう。音をつけちゃう。名前じゃなくてごめんなさいね。音をつけちゃう。そうするともうね、声出して練習しちゃいいんです。こうやって頭の中でさっきゅっパンさっきゅっパンじゃなくて、もう声を出して実際に全員がね声を出してさっきゅっパンさっきゅっパンさっきゅっパンってこういう風に声に出して覚えるとリズムで覚えることもできるんですね。さっきゅっパンさっきゅっパンさっきゅっパン、ほらちょっと遅いよみたいな感じでリズムで覚えることができると、今度もう一個こういう効果があります。リズムを変えられるっていう。例えば今のこの技術がですね、近いところに投げる技術だとします。サッキュッパンサッキュッパンがね。でもっと遠いところに投げなきゃいけないときは、この肘をここと最初と最後は一緒なんですけど、その2番目の9のところがもうちょっと引かなきゃいけない。こういう風に引かなきゃいけないっていった場合、肘をしっかりと引いてからっていうところは、肘をもっとしっかり引いてからってなりますね。まあ分かるんですけど、それをこの音だけでやるとサキュパンだったのがサキューパンサキューパンってなる。なってくると、そのもっと弾いてからっていうよりは分かりやすいと僕は思います。だから
このリズムを変える。だから、あ、キューになってるよ。ほら、そこをもっとキューって、ほら、キューっていく、キューっていけみたいな、そういう言い方ができるんです。もっと弾いて、もっと弾いてっていう言い方も、まあ、別にそれでもいいんですけど、キューって、ほら、キューって弾けっていう風に言うことができると。これが、擬音の特性ですね。リズムを覚えれて、リズムを変えられると。じゃあ、面白いことをやっていきましょう。こちらで、さっきの森田真也選手のステップの話をします。止める、向ける、進むをブレーキ、ハンドル、アクセルと言いました。さらにここから音に変えていきましょう。こちら、ド、パ、ゴーっていうことで、一つの文章それぞれが名前になったり音になったりする、こういう活用方法もあるということです。で、それもうこれどっちがいいとかではないんですけど、例えばこのステップという技術に関して言うと、実際のスピードはこれぐらいなんですね。ゆっくりやるとゴンフンフンっていう感じなんだけど、実際のスピードはこれぐらいでやるんで、これぐらいの時にね、ブレーキハンドルアクセルってブレーキハンドルアクセルって言えないじゃないですか。これでもやっぱり長くなっちゃう時もあるんですね。だからこれをもう全部名前につけて、ドッパゴドッパゴドッパゴって、それこそ声に出してね、ドッパゴドッパゴで、例えば頭を向ける動作がなかった場合、ドパですね、ドパがなくてゴーだったらドゴードゴーってなるんです。すると周りのコーチや選手も、ほらパが抜けてるよとか、パほらパかっていう風に覚えれたり、スキルアップしていく可能性もあるということです。ただこれ今どれが正解かは人それぞれ違ったりするんじゃないかなと思うので、ちょっと皆さんいろいろ試しながらやってみてください。で、スキルによってはこれを音にするのはちょっと難しいと思うんです、多分ね。だからでもこれをネーミングにするのも多分難しいので、スキルによって音なのかネーミングなのかっていうのは皆さんがちょっと判断してもらって、で判断する時のポイントでもう一つあるのが、大事なとこがはい、こちらですね。ネーミングや音を選手に決めてもらうっていうのもありです。だからもうこういうふうにこういうことがあるよね、こういうふうにやるよねって言った時に、じゃあこのブレーキの音、なんか音決めようぜっつって選手にも何がいいっつって、なんかキュッっていう人がおったり、いやドバーがいいとか、ね、それぞれなんかアンケートを取って、じゃあうちのチームではそれを9にしようみたいな、ドバーじゃちょっと難しいけど、じゃあこれを9にしようねっつって、でハンドルはっつったらパーがいいっていう人もおるし、なんかこうくるっていう感じでくるわみたいな感じでみんなで決めてもらう。こういう名前もですね、こういうお化けじゃないかもしれない。特にこう小学生なんかこういう発想ってめちゃくちゃ豊かなんで、であと自分で決めると覚えやすくなるんで、で自分のチームで決めて、なんか誰々がね決めてもらったその名前の方が親近感も湧くんで覚えやすいと思うんで、ネーミングや音を選手に決めてもらうのもまた一つの手だと思います。ということで、忘れない練習耳編ということで、ネーミングと擬音、決して擬音もうまく使えばきっといい効果があると僕は思ってます。ということで、今日のまとめ、ザーッと覚えてバーンとやってみようということで、今回はおしまいです。次は司会編といきます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。